皆さんこんにちは。 WRM のチャバリータです。そして今回はゲストに土屋博士、来ていただきました。本日はよろしくお願いします。はい、土屋博士です。よろしくお願いします。今回はですね、新作のラケットの紹介になるんですけども、こちらネバギバさんのアフェクトというラケットになります。ちょっと開けてみますね。はい、こんなラケットなんですけども、実はこのラケット作る上でですね、土屋さんが監修されたということで、今日はその辺のですね、話を聞きたいなと思いまして、来ていただいてるんですけども、このラケットなんと、業界初って言っていいのかなまあほぼもう間違いない感じです。業界初、女性専用設計となっております。見た目にもね、なんかいいですよね。すごく女性らしいというか、そんなデザインになってるんですけども、どの辺が女性専用なのか、この辺の話を伺えたらなと思っております。ではまず最初になんですけど、女性のですね、その卓球愛好家ユーザーの方が抱えてる問題だったり悩みっていうのがきっとあると思うんですよね。土屋さんも普段から指導なんかをされてて、その辺感じてると思うんですけども、女性特有の悩みっていうのは一体どういうものがあるんですかね。ですね、まずそもそも練習でも実践でも、できるっていう実感を湧いて、実感を沸かせることが難しくて、センスそのものが足りないんじゃないかって思ってらっしゃる方が多いんですよね。で、博士が、私自身がね選手と向き合ってきて、一番ちょっとやっぱ気になるのは、女性と男性ってやっぱ体の構造違うんで、骨格が邪魔をして上手にラケット操作ができない、でそういった部分がちょっとだいぶ見えてるんで、ラケットの、今回は、特に、フレアグリップのラケットについてなんですけど、この形状に、グリップの形ですね、こだわって、一番のこだわりがそこですね。じゃあ、早速具体的に聞いていきたいんですけど、そのグリップ、一体どういった特徴があって、またどういう目的でこの形になっているのかっていうところをお聞きしたいんですけど、ちょっと握ってみた感じ、単純に細いですよね。細い。実際握ってみた感じ細いと思われる方多いと思うんですけど、特徴は細さじゃないんですよね。たまたまその求めたものにしていくと細く感じるものになってるだけで、まずですね、ラケットをこう持ってみた時に、私のね作ったこのラケットが細いと感じる方は、グリップを掴んでしまってる人なんですよね。ギュッと握ってるってことですよね。そうです。ホールドしてるっていう。でラケットの操作するテクニックは、手のひらだともちろん掴むこともあるんですけど、実は掴むことよりもはるかに指先を使ってラケット操作をすることの方が多いんですよね。で、細いと感じてる人っていうのはだいたいもうグリップを掴んじゃってる人なので、グリップは掴んでしまうと、体自身が硬直してしまって、体全体のパフォーマンスを下げてしまう、表現力が下がっちゃう、ということがあるので、指先をもっと活発に使うことによって、ラケット操作しやすくする、でそのことと、女性の体の、構造というのはちょっと関係するんですけど、実はですね、これは男女の区別ではないんですけど、手のひらの形で性別が分かるって言われてる部分もあるんですよね。それは一番の特徴は小指かな。小指がやっぱり女性の方っていうのは短いっていうこと、全員じゃないんですけどね、大半がそうなんですよ。でそうすると、
これまでにできてるラケットっていうのは、はい、みんなが使えるようにっていう風に作られてるんで、なるほど。ベースはやっぱりそのまあ女性向きっていうよりは、どちらかというと男性向きみたいな、成人男性向きみたいな、構造になってしまってるんですよね。はいはい、なので、もう特に言われるのが小指がもう回らない、届かない、これとにかく言われてて、でその部分が指先でこうラケットをこう支点をロックするっていう作業を妨げちゃうんで、そういう部分を考えて、厚さは薄めに作って、で指はちゃんとかかるように、そしてあと他の指が邪魔しないようにって作っていくと、この形になったっていうことですね。はい。実際このラケットで、僕も打たせてもらったんですけど、なんというかその体が常にリラックスした状態というか、緊張がなくなるんですよね。で結果的にやっぱりドライブに関してはいいボールも出せるし、台上の処理なんかもすごいスムーズにできる。で、最初土屋さんが言ってくれたように、人からこう教わったことが、すぐ再現できるっていうところで、これは明らかにそのグリップの設計によるものだなって自分も実感としてすごくありました。はいはい、今度はその合板、このブレードの方についてちょっとお話伺いたいんですけど、はい、これ合板自体は5枚合板で、特殊素材が内側に入ってるラケットですね。で板厚が 5.6 ミリなんて薄い板ですよね。この辺の設計についてちょっとお伺いしてもいいですか？はい。ですね、今回のこのアフェクトに採用した合板は、アラミドカーボン、アラミド繊維とカーボンを相編みしている、ものを合板の中に搭載してるんですけど、通常のね5枚合板も面白いかなと思ったんですけど、少し弾力を持たせることによって、力強い球もね、やっぱり女性でも力強い球やっぱり打てると、とにかくできるの実感の中に爽快感って大切だと思うんですよ。すごい大事だと思いますね。でそのことをイメージして、ちょっと実際には実践で考えてみても力強い球を打てる合板を採用してるんですよね。確かにこれ特殊素材なかったら、ちょっと言い方悪いですけど単に弱い合板になってたような気もしますよね。板薄っていうのもあるんで、これは入れて本当に正解っていう感じですね。それでまずその今の合板自体の設計によって、距離感がものすごく安定するので、打ってからどのぐらい弾むんだろうっていうイメージをしながら、打球することによって、打球感っていうのはしっかりと身についてくると、ここは結構大事なポイントですね。用具によってその引き上げられるところもあるですね、感覚が。そしてその打球感っていうところをちょっとインパクトでっていう話をすると、この合板のちょっと面白いところなんですけど、裏ソフト、そしてその今流行してるねドイツ系のテンションのラバーはものすごく合うんですけど、そのなんですかこう逆側に存在してる、粒高の1枚ラバーなんかも実はインパクトが非常に良くて、もうこれちょっと作った制作者としても、思わぬメリットが出てきたなって、そんな都合のいいラケットあるんかいなんてね、皆さんも思うと思うんですけど、これは実際に貼って打っていただければ、その距離感の粒高1枚 OX の距離感はものすごい安定性高いんで、これはちょっと面白いところになりましたね。実際にその女子選手でも異質ラバー貼ってる方も多いですからね。そしてあと最後、この合板の特徴としては、その実際に打った時のインパクトのイメージで打球感っていうのを獲得したいんですけど、ここがうまくキャッチできない選手っていますよね。当たり応えを実際いらっしゃるんですよ。でそのところで、この合板はインパクトの時の音、
はいインパクト音がはっきりと耳に感じられる音が出るんで、スマッシュみたいに衝突音もすごく高い音が出て、打たれた選手の方も打たれたって思っちゃうような球がしっかり出るんで、それがいいのと、ドライブのいわゆるラバーの引っかかった時のフックの音ですよね、キャッっていう音ですよね、あれもしっかり出るんで、ちょっとコレクションとしても、正直できる実感も大事なんだけど、正直楽しいラケットになりましたね。大事ですよねその辺はすごく乗り気にならないとやっぱり、上達にもね、でここがやっぱり女子選手が一生懸命頑張って練習してるんだけど、欲しい特徴は何なのかが明確にならなくて、そしてどうやって練習したらいいかも悩まなきゃいけなくなっちゃう理由が、実はセンスでね、それって手に入れるものだって大半の選手が思ってらっしゃるんですよ、だけど実は物理根拠で、きちんと欲しい情報が集まれば、ちゃんと再現できる。でその再現できる妨げの少ないラケットを今回は仕上げていったっていう感じですね。ありがとうございます。じゃあ本来女子選手に関して言うと今まで不利な状況でしかなかったってことですね。そうですね。それに見合った用具っていうのが、そもそもなかった。そうです、もっと言っちゃうと、できちゃう選手っていうのは、やっぱり相当な努力をもう本当にしてらっしゃったんだろうなという、それかさっき言ったそのセンスがあった人なんだっていうことになっちゃうんですよね。いやでも本当に使って実感できるラケットだと思うんで、女子選手はもちろんなんですけど、女子じゃなくてももちろん大丈夫なんで、その辺はねおいおいまた動画の方作れたら出していきたいなと思っております。で最後に一応これ軽量になってますよね。そうですね。80g 台前半っていうことなんで、僕すごくいいなって思ったのが軽量すぎないですね。そうですね、それがすごくいいなと思います。でブレードもちっちゃいんで結果的にラバー貼ったら総重量あんまりいかないかなっていうところで、今回シダで使ってたのがMXD と MXP っていう、ティバーさんのラバー、これ結構強いラバーなんですよ、全然大丈夫です、全然大丈夫だし、こんだけ強いラバー貼ってもすごいコントロール効くんで、本当にそういう意味でもいいラケットだなって思います。なのでぜひ技術の向上で思い悩んでる女子選手の方、あとは単純にいいラケットが欲しい女子選手の方、このネバギバのアフェクトを検討していただけるとありがたいと思います。ぜひご購入お待ちしております。ありがとうございました。